こちらでは、ゲームプログラマーともこ、お恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、リアル恋愛はスクリプト通りにいかない。ゲーム会社で働く山崎智子、20歳。コードとエラーにまみれた日々の中、ある朝突然、上司から声をかけられた。智子ちゃん、次の社内コンペ、新作のテーマは恋愛シミュレーションに決まったから。プログラマー兼企画担当として、ぜひ参加してね。恋愛シミュレーションですか？私、そういうのは。正直、心臓は止まりそうだった。智子は、恋愛というものにまるで縁がなかった。男友達は少なく、専門学校時代は、もっぱら、プログラムとゲームの世界に没頭していた。告白された経験もなければ、自分から誰かを好きになったことすらない。現実の男性と話すより、画面越しのイケメンキャラと会話する方がずっと安心だった。そんな智子は相談相手に選んだのは、他部署の若手企画マン、小磯圭一。二つ年上で、誰にでも明るく、親しみやすい雰囲気を持つ彼は、ちょっと距離感がおかしいくらいフレンドリーなところがあった。恋愛ゲームの参考に、ちょっと話を聞かせてもらえませんか？いいよ。恋バナってやつでしょ？任せて。じゃあ早速、今日飲みに行く？その夜、二人は居酒屋に向かった。智子にとっては初めて、男の人と二人きりで飲みに行くという事実に、入店前から心臓はバクバクしていた。案内されたのは、まさかのカウンター席。しかも、距離が近い。こんなに近いの？まずは、お疲れ。お疲れ様です。グラスを合わせ、乾杯の音がカランと響く。健一は笑いながら、お箸を取ってくれたり、料理を分けてくれたり、自然に腕が当たったり、とにかく距離が近い。時折、目を覗き込むようにじっと見つめられると、智子の胸がじわっと熱くなった。恋愛ゲームってさ、やっぱりドキドキが命じゃん？ドキドキですか。私、今その真っ最中なんですけど。心臓の音がうるさい。話すたびに、頬がどんどん熱を帯びていく。その夜から、圭一とのやりとりは、そのまま企画のヒントになっていった。天然で、人懐っこくて、ちょっと距離感が近すぎる男子。と、飲みの席でドギマギするヒロイン。実体験をもとに、スクリプトが自然と浮かび上がってくるのは、自分でもちょっと面白くて、楽しかった。ある日、圭一がふと話しかけてきた。この前の会議でさ、智子ちゃんのヒロイン設定、めちゃくちゃ評判良かったよ。リアル感がすごいって。そうですか。よかった。胸の中に、ほわっと温かいものが広がっていく。それは、小磯との関係が深まるにつれて、智子の中に生まれ、着実に成長している感情だった。もう、ゲームの参考だけじゃ、足りない。私、もっと知りたいです。小磯さんのこと。それは、智子がヒロインとして初めて発した、本物の選択肢だった。圭一は微笑み、ゆっくりと目を細めた。じゃあさ、今度はゲームじゃなくて、本当にデートしようか。それ、ゲームのセリフに使ってもいいですか？もちろん。でもさ、現実の方でも、ちゃんと実現してほしいな。もう無理。小磯の言葉が甘すぎて、ドキドキが止まらない。まるで少女漫画の主人公になったようだった。それからというもの、二人は週に一度のペースで、企画打ち合わせという名のデートを重ねていた。ある夜、いつもの居酒屋で、圭一が突然言った。智子ちゃん、キスしたことある？キスですか？いきなりの質問に、顔から湯気が出るかと思った。それ、答えないとダメですか？智子ちゃんのその反応、可愛すぎる。ゲームにそのまま出してもいいんじゃない？まっすぐな目でそう言われて、ドキドキが加速する。ふと視線が彼の唇に吸い寄せられる。もう、さっきの言葉のせいで想像しちゃうじゃないですか。居酒屋を出た帰り道、圭一が不意に智子の手をぎゅっと握った。さっきさ、キスの話、したじゃん。手？で、何？
キスの話？頭の中で警報が鳴る。そんな智子をよそに、健一は柔らかい声で続けた。俺、智子ちゃんのこと、ずっと気になってた。智子ちゃんと会う機会が増えるたびに、智子ちゃんのことを考える時間が増えていって、いつかちゃんと恋人同士になって、キスできる関係に。いや、ごめん、もっとちゃんと言うね。智子ちゃん、俺と付き合ってもらえませんか？うん。智子の思考は、爆発とともに吹き飛んだ。突然すぎて頭が追いついてなくて。でも、気持ちはすごく嬉しいです。ちゃんと考えて、お返事します。数日後の休日。二人は、桜並木の下にいた。愛知県、大口町、古城川の桜並木。地元では有名な桜のスポットだ。満開の桜が風に揺れ、花びらが踊るように空を舞う。小磯さん、私、あなたと恋愛したいです。それは、智子にとって初めての告白だった。ゲームの中の恋ではなく、自分の意思で選んだ、本物のエンディング分岐。きっとこれは、恋愛ゲームなんかより、ずっとリアルで、甘くて、心が揺れる物語の始まり。画面の外で始まった、世界に一つのスクリプト。さて今回はですね、共有してもらった短編小説「リアル恋愛はスクリプト通りにいかない」これの一部を深く見ていきたいと思います。はい、お願いします。主人公は山崎智子さん。ゲームプログラマーで、恋愛経験はゼロと。そんな彼女がひょんなことから恋愛シミュレーションゲームの企画を任されることになるんですよね。いきなりですね。で手元にある資料は、キャラクター設定とか物語の、キーになる場面ですね。はいはい。今回のテーマとしてはその彼女のゲーム作りっていう創作活動が実際のリアルな恋愛にどう影響して、で逆にその現実の体験がどうゲームに反映されていくのか。その相互作用、面白いですね。そうなんです。そのあたりを探っていこうかなと。じゃあ早速ですけど、このプロセス詳しく見ていきましょうか。物語のスタートは智子さんが上司からもういきなり恋愛シミュレーションゲームよろしくって言われるシーンなんですよね。無茶振りですね。ですよね。プログラミング一筋だった彼女からしたらもう衝撃で、恋愛ですか？私そういうのあってもう言葉にもならないくらいの。でもこういう専門外、しかもちょっと苦手意識があるような分野への挑戦っていうのが、物語を動かすエンジンになることって結構ありますよね。予期せぬ課題がなんか自己発見のきっかけになるみたいな。なるほど。古典的だけどやっぱり共感しやすい導入ですよね。そうですね。智子さんにとってもこれが旅の始まりになると。で困った智子さんが、頼る相手が他部署の企画マン小磯健一さん。出てきましたね、健一さん。この人がまた人懐っこくてちょっと距離感が近いタイプで。いるそういうタイプで智子さんはゲームの参考のためにってことで初めて二人きりで居酒屋に行くわけですよ。ここからなんか動き出すんですよね、物語が。カウンター席で隣に座ったらもう距離が近いみたいな。で彼のなんか自然な気遣いとかふとした視線とかに智子さんの心臓がもうバクバクいってるわけです。ドキドキですね。そうで健一さんが言うんですよ。恋愛ゲームってさ、やっぱりドキドキが命じゃんって。タイミングがですよね。で智子さんは心の中でいや今その真っ最中なんですけどって叫んでる。この場面すごく印象的でした。でここが面白いところで、そのバクバクした、生々しい感情がですね、そのままゲームの、スクリプトに直結していくわけです。天然で懐っこくてちょっと距離感が近すぎる男子とか、飲みの席でドギマギするヒロインとか。なるほど。現実の体験がそのまま、現実の感情がそのまま創作ものへと昇華されるっていう、そのプロセスが具体的に描かれてる。まさに体験したことが作品のリアリティになるっていう。創作の本質に触れる感じがしますね。で話は進んで、後日健一さんに智子ちゃんのヒロイン設定めちゃくちゃ評判良かったよ、リアル感がすごいなんて褒められちゃって。嬉しいですね、それは。そうすると智子さんの心になんか温かいものが広がっていくんですよね。
最初はゲームの参考のためだったはずなのに、だんだん個人的な行為に変わっていく。ゲームの参考だけじゃもう足りない、もっと知りたいです、小磯さんのことっていうセリフが出てきます。ここでついに自分の気持ちに気づいて行動に移そうとするわけですね。そうなんです。ここの本物の選択肢っていう表現がまた注目したいポイントで、ありましたね、その言葉。これ単にゲーム用語を借りてるだけじゃなくて、彼女がなんていうか受け身の姿勢から自分の人生の主人公として一歩踏み出したっていう、そういう瞬間だと思うんですよ。なるほどな、自分の意思で選ぶっていう、そういうことです。大きな転換点ですよね。で、健一さんの今度はゲームじゃなくて本当にデートしようかっていう誘いもドキッとしますけど、しますね。それに対するともこさんの返しが、それゲームのセリフに使ってもいいですかってそこが良いですよね。なんとも。いやー、現実とフィクションがこんな風に入り込まれるのかと面白いですよね。本当に現実の出来事を創作のネタにしつつ、その創作活動自体がまた現実を動かしていくっていう、その循環が、それが物語を進める力になってますよね。で、企画打ち合わせっていう名目のデートを重ねていく中で、帰り道に健一さんが不意にともこさんの手を握って俺と付き合ってもらえませんかって告白するんですよ。ここで来ましたか。不意打ちですよね。ともこさんの思考はもうボンって感じで真っ白に。唐突に見えるかもしれないですけど、でもそれまでの積み重ねがあってこそのっていう展開ですよね。確かにそうですね。で、ともこさんの反応がまた彼女らしいというか、気持ちはすごく嬉しいです、ちゃんと考えてお返事しますって。パニックになりながらもちゃんと誠実に返事するんですよね。すぐ感情に流されずに自分の気持ちと向き合おうとしてる、そこが良いですよね。そしていよいよクライマックスですね。数日後、満開の桜の下、場所も具体的で五条川沿いだそうです。そこでともこさんが言うんです。小磯さん、私あなたと恋愛したいですって。ついに言った。人生で初めての自分の意思での告白です。これが物語が示している本物のエンディング分岐なんですよね。なるほど。ゲームのエンディング分岐じゃなくて。そうです。ゲームっていう、フィクションの世界を作っていたはずが、いつの間にか自分自身のリアルな物語を選び取っていたっていう。フィクションを作るっていう行為が作り手自身の現実も変えていくっていう、なんかすごく感動的な結末であり、新たな始まりでもあると。いやー、今回こうやって掘り下げてみて改めて感じたのは、その創作活動っていうのが作り手の内面とか現実の人間関係にすごく影響を与えるんだなと。で、逆にその現実の体験がまた創作ものを豊かにしていくっていう、そのダイナミックな関係性ですよね。まさにリアル恋愛はスクリプト通りにいかないかもしれないけど、でも物語を作ったり物語に触れたりすること自体が私たちの現実の選択とか感情とかを形作っていく力を持ってるんだなっていう。本当にそうですね。まさに画面の外で始まったもう世界に一つのあなただけのスクリプトが動き出したみたいなことかもしれないですね。深いですね。それでですね、最後にこれを聞いてるあなたにもちょっと考えてみてほしい問いがあるんですが、何でしょう。あなたが日々楽しんでいる物語とか、ゲームでも映画でも漫画でもいいんですけど、そういうコンテンツって無意識のうちにあなたの現実での、例えば人との関わり方とか、あるいは未来への期待みたいなものにどんな影響を与えてると思いますか？なるほど。無意識の影響か。そのつながりをちょっと探ってみるのもなんか面白いかもしれませんよ。最後まで聞いていただきありがとうございます。ともこのプロフィールはこちらです。趣味はパン作り、20歳のゲームプログラマーです。彼女のショートアニメ動画とイラストギャラリーを YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。